マイクです。マイクです。モフさんとおじやんのゲーム実況始まるよ。今回は第155回実況ロールクエキャスター編アイメリク様のお話暁 6.0 ひよこの FF14PC になります。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。OK。じゃあ、ぼちぼち始めましょう。モスさんとじやんです。本日もよろしくお願いします。ひよこの FF14。今日は一人ですね。やっていきます。ですね、今日、ちょっと久々に昼配信。ちょっと若干落ち着いてるんで、全然やる時間を取れないんでね。ちょっとやっていきましょう。で、今日はロールクエを、久々にやっていきます。ちょうど今 YouTube の方でも、ですね、タンク編を上げたんで、何日か前に上げたんで、ちょっとついでにやっていこうかなっていう感じですね。で、今日はキャスター編、とりあえずやっていこうかなと思います。これ出てるんで、アイメリク編でいいのかなって、アイメリク様の話でいいのかなっていうのは、ちょっとあれですね。タイトルはそうしちゃったんですけど、違ったら変えますよ。はい。どうも、あなたは声をかけてくださるのをお待ちしておりました。人が異形の獣に転じる恐ろしい事件は、我らがコートイシュガルドでも発生しております。しかもその姿が竜に酷似していたため、目撃者たちの動揺は激しく、市民たちは恐怖に震えているのです。とはいえ、討伐は急ごうにも強大な獣を前に、恐怖や絶望を抱いては、自らも獣化しかねないとあって、討伐隊の人員も、厳選せざるを得ません。特に重要なのは揺るぎなき強き心を持ち、なおかつ我が国に、不足している魔法戦に長けた者の協力。その点においてはあなた以上の存在はおりますので、どうか力を、貸していただけないでしょうか。任せて。ありがとうございます。そうと決まり前もってコートに、通信を入れておきましょう。です。重い。めちゃくちゃ重い。石川のエイテライトプラザ付近にして、アルターレール卿が、出迎えてくれることになりました。どうかご分を。オッケー。じゃあ行きましょうか。石ガールドに検閲ね。ちょっと割り込みが入るかもしれないけど。そうなったらちょっとまた考えます。これかなこれだね。アルトラ。あれこれ兄貴っすね。兄貴じゃん。来たね、兄貴。じゃああれか。カッカとかあの辺も出てくる感じなんですかね。カードを待っていたぞ。要請に応じてくれたことを感謝する。来たね。ハイメイクさん。いや、早速出てきましたね。コートにおける疑心銃の対策には私とアルトラレル卿を中心に、精鋭の騎士たちで当たっている。ここに君が加われば、万石の夫人となるだろう。では早速だ。こちらの状況を説明させてほしい。まずはコートに現れた、疑心銃についてだ。獣化が起きたのはラザハンでの終末現象発生の数日後、場所はコート上層、グランドホプロンの周辺だ。
ふらふらと足元がおぼつかない様子で歩いていたエーゼン族の男性が突如として苦しみ始め、竜のごとき姿に変異した。さらにその姿を目撃した者、数名が連鎖的に獣化を発症。現場に駆けつけた、神殿騎士と、光戦士いずれも討伐された。ただ最初に転化された、竜型の獣、つまり、パークにおける疑心獣は、翼を広げて舞い上がり、そのままどっかへと飛び去っていった。我々はこの疑心獣をコートに伝わる、竜神伝説にちなみファブニールと命名、討伐さえ編成したところだ。ただし状況は乏しくない。ファブニールはあれっすよね。FF11 にも出てきてますね。これ以降、たびたびコート上空に現れ、脅かすように、姿を見せては飛び去っていくのだ。その度に呼応するように獣化する者がいてな。コートの混乱は深まるばかりだ。それから疑心獣に転じた者の正体だが未だ判明していない。目撃者に、男の名を知る者はなく、神殿騎士団の捜査でも、身元の特定には至っていない。だが一つだけ確かなことがある。それは、コートにおける獣化は、聖職者や、異端審問官など、イシュガルド正教の、経営な、信徒だけを、起こっているということだ。ラザハンからの報告によれば、獣化は絶望などの負の感情によって引き起こされるという。イシュガルド正教の教えが、根底から覆されたことを君も知っての通り、心の拠り所を失った者ほど絶望に陥ちやすいということだろう。だからこそ我々はこの獣化を容認できない。1000年にわたって続いてきた戦争はようやく終わったんだ。これ以上の悲しみを広げてはならない。そうだよね。そこで我々は実態把握のため、政教関係者に対する聞き込みを行おうとしているな。合流してくれた貴殿にも同行してもらいたい。対象者は、疑心重点下の場に居合わせながら、絶望によって獣に転じなかった唯一の生殖者。生き残りがいるんですね。唯一の聖職者だ。クレムという名の、女祭で、イシュガルド上層の、聖レマの大聖堂に待ち合わせている。早速向かってみよう。恐怖になった瞬間に獣化しちゃいますからね。どうやって生き残ったんでしょうね。その話を聞く感じですか。場所はこれですかね。奥に行けんの？暗いなぁ、ここ。いや、もう昼までこのクラスは余計暗く感じますね。電気つけてないですからね、昼間。外の光だけなんで。お待ちしておりました。アイム教、アルターレール教、それにエイドのまでいらっしゃると。私が聖レマの大聖堂で女祭を務めるクレノでございます。先日のグランドホプロンの一件では現場に居合わせてそうだが無事に何よりだった。我々は週末の獣による被害の、拡大を防ぎたい。そのためにはどんな小さなことでも情報が必要だ。思い出すの辛かろうがもう一度我々にあの時のことを教えてもらえるだろうか。獣化への歯止めにかけるためにはどうか頼む。わかりました。現在、教皇庁では、政教分離に基づき、一部の聖典などを聖レマの大聖堂へ移転させています。仲間との獣に遭遇したのその帰りでございました。ふらふらと歩いていた若者が立ち止まり、突如異端者のように、竜のような姿に変身したのです。そして私たちもじっと見つめてきました。あまりの恐ろしさに私たちは叫び、逃げ惑いました。ところが、仲間たちまでも私の目の前へ獣へと転じたのです。クレム女祭、あなただけは無事で、本当に良かった。同志たちに人なざる者に変貌するのは、さぞ恐ろしかったでしょう。
お京子ちゃん。バルティノワ思考芸館は出たことありますかね？初めて出てきたんですかね？失礼、こたびの、検問家事件について対策を進めている方々に来ていると聞きつけたもので、どうしても一言ご挨拶がしたく、事件の対応を心から感謝いたします。同志や刑事の信徒たちに、被害が及んでいるこの問題、少しでも早く解決することを祈るばかりです。私たちにできることがあったらどうかいつでも協力させてください。この教会に来るのって、なんか、サブクエストぐらいしかなかった気がするんですよね。もしかしたらサブクエストで登場してるかもしれないですけど。心遣い、感謝する、バルティノワ思考芸家。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、先ほどの方はバルティノワ思考芸家。聖霊魔の大聖堂を飛び、滑る宗教だ。教皇に進言できる、顧問機関、聖都、評議会の一員でもある。その教皇の座が、空位である現在、イシガルド正教における事実上の最高権力者と言えるだろう。その通りです。ですが、そのような行為な、恩義でありながら、いつもお優しくしていらっしゃるんです。未曾有の獣に脅かされているのは皆も同じ。私も不安な信徒たちの、支えるなりと伝えます。これ一つお願いしたいことがございまして、よろしければ、私の話を少し聞いていただけないでしょうか。貴殿の心にしと、を、詳しく教えてくれ。ありがとうございます。実は経営の、信徒たちが獣化したことによって恐れました数名の聖職者が無断でコートを離れたのです。ですが、獣化の原因がわからぬ状況でコートを離れるのは賢明な判断だとは思いません。それでなくても、都市外は魔物などの危険が多いでしょう。かくいう私も戦いの心でなく、一人で探し続ける自信はありません。どうか同志たちをも指戻す手助けをお願いできないでしょうか。なるほど、それはごもっともな協力させてもらう。ちなみに彼らの居場所は分かっているのか？彼らの方はクルダス西部高地のようです。彼の地には、ゴルガニュ牧場やヘムロックなどと放棄された、民家が多いですから。分かった、みんなで手分けして捜索するとしよう。私はアルテラ共和、廃村となっているヘムロックへ向かう。君と、クレム女祭は、ゴルガニュ牧場を頼む。牧場ってあれですかね。異端者がいたところですかね。イゼルとか。そうっすよね。そうっすよね。ちょっと前にあれですよね。イシュガールの配信してた。それ若干覚えてますよね。いや、途中なんでちょっとこれもどっかでやんないといけないんですけど、その先にロールクエ終わらせようかなと思った。ロールクエ終わったらもしかしたらエピソードのクエストとか出てくるかもしれないんで、一応その辺を楽しみにするね。で、漆黒のエピソードなんかね、ちょっと前に追加されたやつがね、終わってないんですよね。なんかそれもやんないといけないですね。その辺はサブクエスト枠でやっていきましょうか。地味に遠いですね。いやーもう久々っすよ。もう仕事が忙しくて全然手つけらんなかった。やっとっすね。やっと時間が取れた。
ちょ進められればいいかな。大体2時間ぐらいかかりますもんね。全部これクリアするのに2時間ぐらいかかっちゃうんで。まあ1回ですね。1日1回ですね。もう他のゲームの配信は夜やってるんで、まあ、そうですね。1個は限界かな。時間があったらまとめてやっちゃってもいいもんな気ますけど。こんな過酷なところで暮らしている人なんですね。パートはね、ロールクエごとに分けます。あなたはいいの見つかったか。全員無事のようです。暗いなぁ。皆さん突然落ちかけるような真似をして申し訳ございません。早くも明るくなる対応を入れてほしいですよね。7.0 で多分変わっていくと思うんですけど。ですが、悪しき獣の最悪はいつ何時、聖教の信徒に降りかかるかわからないです。主教芸家も、聖教会に連なる者は安否を心配しておられます。いやー、読みづれ。どうかあなた方の身の安全のために騎士たあなたたちの保護のあるコートへ、戻ってきてくださいませんか。普段使わない言葉ばっかですから。そのコードが危険だと考えたから我々を。元はといえば、アイメイクをあなたのせいだ。あなたが聖教の歴史を覆えたがゆえに、聖教者が強弾され、市民から後ろを立て、指を刺される。まだアイメリックを非難してるやついるんですか。異端者ですからね。それに加え、異端者って異端審問官か。それに加えて、聖教者ばかりが煙なので、聖教を心よく思わぬ者たちは何か仕込んだに、違いない。コートなんて戻るものか。これでなっちゃうんだ、獣かい。なんだ。これ怒りですかね。嫌だ。もう誰にも批判されたくない。私は悪くなんて。なるほど。いやーでこれ怯えちゃうんで、こっちも獣化になる可能性あります。これ逃げましたね。怯えてた感じですかね。カーズすまないが彼を追って討伐してくれないか、彼に他者を傷つけさせてはいけない。我々は残った者たちが獣に転じるように落ち着かせる。どうか頼む。了解です。近いですね。まあ、バディもしれっと残ってるんで、前回ね。特に苦労することはないでしょ。よし。これで戻ればいいです。いや、1個のクエスト長いっすね。カーズ、彼はそうか、討伐してくれたかですね。その、とっさのことといえ、辛い役目を任してしまいすまなかった。だがおかげで彼は誰も傷つけることがなかった。子供たちはクレーム女祭の熱心な説得の末にコートに戻ることを了承してくれたよ。彼らを連れてコートに戻れば、詳しい話はそちらで聞かせてくれ。俺、ひとまずは大丈夫ですよね。神殿騎士団本部の作戦リターン思想疑心重対策のために確保してもらっている。神殿騎士団の衛兵に声をかければ通してくれるはずだ。
うん。じゃあ帰りましょう。まあいつものとこっすね。母さんお待ちしておりました。撮影にリターンしたらこちらからご案内いたします。中でアイメリ教とアルトアレ教もお待ちですよ。うん。これで1個クリアか。苦労をかけたな、カズ。保護した者たちは政治魔の大聖堂で休んでいる。アーカイブや動画は YouTube、あけぼのに転じる可能性のある者が聖教の放火に戻ることについて不安が残るが、無理に聖教から遠ざけることはむしろけぼのに転じる引き金になる可能性は捨てきれない。異端審問官はまるで旧体制を望んでいたようでありましたね。石ガールド正教上層部にある歴史の隠蔽と偽装、そして万神の力を利用して敵味方なくテンパードとすることで、高級平和の実現を目指したトールダン7世の、計画。その真実を暴いたことにより石ガールド正教会は混迷を極めている。共和制の意向により政治との分離は成し遂げられたものの、正教そのものの改革は未だ一進一退の状況だ。信仰は高度の人々の心に根ざしているからな。心の拠り所だった聖教を未だに信じたい思いと、その聖教に裏切られた関心、そして教皇不在の不安、皆何を信じたらいいか迷ってんだ。うん。なるほどね。そうですね。教皇がいないっていうのがいつまで続くんだよって話っすね。それが最も謙虚な、聖教の、たる、聖教者たちだ。教であったがゆえに、彼らの、迷いや不安は語り知れない。時には絶望に至ることもあるだろう。やはり獣化する者が聖教者など謙虚の、信徒に、集中していることと無縁ではないでしょう。これなんて読むんだろうな。謙虚でいいんですかね。とはいえ、これらはまだ独特の意見でない。十分な調査と慎重な対策の検討が必要になる。粒子戦争の終結によって新たな時代に一歩踏み出した我々は今その先の歩み方を問われているのかもしれない。ただ君のおかげでたどり着いた真実と今のコートをそう簡単に手放したりするものか。では、獣に転じた異端審問官について、聖霊魔の大聖堂に保護された者たちの容体が落ち着き次第、クレーム除罪から話を聞き出してもらいましょう。私は部下たちの情報を共有してこよう。アルトアレ家はここを頼む。カーズ、君はまた近いうちにアルトアレ教の元を訪ねてくれ。それではまた会おう。経験。まあ、フルカウントしてるね。経験値はもう関係ないですね。もう本当にシナリオを楽しむためだけにやってるっていう感じですね。話もなく、救いもなく。カードも来てくれたか。保護した聖教者たちの事情聴取やが、クレメ女祭が慎重に進めてくれていて、間もなく報告に来てくれるはずだが。アーメリ教にも話は伝えてある。すぐにいらっしゃるはずだ。みんなで話を聞こう。クレーム10歳。ご足労を感謝する。早速はいくつか聞かせてほしいことがある。私に答えられるものであれば、ぜひとも協力させてください。では早速だ、保護した者たちは獣に転じた異端審問官と知子であり、彼らは石ガールド正教の聖職者であった。そして人里離れた地域に移り込んだ理由は、コートの一部市民により聖教への糾弾を恐れるため、これにも間違いないか。
そのようです。コートは、軽挙の、信徒多かった分も反動も大きく、一部は厳しい批判の声もありましたから、正教が偽りの歴史を教えてきたこれは、事実ですが、何も知らされていなかったのは我々も同じなんです。それを問いただしても、羅列を生むだけだというのに。死んだあ、まあいいや。ヒデンの言う通りだ。だから誰かを責めずにはいられなくなるのが少なくないのは悲しいかな。現実ではあるのだろう。もう一つ気がつくれ。言語化してしまった者たちを含めて、貴殿ら接触者が、粒子戦争終結後にどんな葛藤を抱いてきたのかを。戦争の終結はもちろん悲願ではありましたが、我ら聖職たちに限って現状に満足している者はいないと言っていいでしょう。我々聖職者にとって、我が身を捧げんとした、聖教は己を物たした思想の核のようなものです。その、欺瞞と真実を知って皆葛藤しています。裏切られた悲しみ、何も知らなかった自分への無力感や実績。そして、思想や行動の規範が失われた喪失感。我々ずっと暗闇のただ中にいる思いです。しかし私は信じております。聖教が新しい道を見つけ、また人々の希望となること。正直なところを語ってくれてありがとう。しかしこれで確信が持てた。クレーム状態。綺麗に話しておきたいことがある。エルゼは各地で発生している人の獣化現象を、人の、絶望に起因する。綺麗な話しくれた聖職たちが抱える不安。それが時に絶望まで至り、彼らを獣化させているというのが現状の私たちの推測だ。でも聖職であるが、改革の希望を信じているがゆえに獣に転じなかったのだろう。この信念の、強さを見込み、調査に協力してほしい。同志を絶望から救うためなら喜ぶ。クレーム助裁のおかげで推察はより、厳密味を帯びたが、そうなると疑心人の正体が気にかかりますね。そうだ。このコートで誰よりも聖教現状に嘆き、強大な疑心獣となった彼もまた聖職者だったのでしょう。私が姿を見たのは転じる前の一瞬でしたが、外見の中、羽織らず、ひどく、簡素な身なりをした男性でした。聖職者のようにはとても。ラザーの報告書によると、疑心獣の行動は生前の人格や記憶に影響を受けている可能性があるという。疑心獣の行動原理が分かれば討伐にも役立てるだろう。そのためには、疑心獣ファーブニールの正体を探らねば。誰なんでしょうね、多分。知らない登場人物だと思うんですけど。クレーム助裁に不安を抱える聖職者への呼びかけを頼みたい。彼の心は少しでも落ち着くように。もちろんです。人の心に寄り添い、救うこと、それが私の使命です。やはり、鍵は疑心獣の正体にある。神殿騎士団に捜査を任せてきたが、今一度、我々目撃情報のあり出しを行ってみよう。疑心獣が発生した際、グランドホプロンには聖職者たちだけでなく、一般市民がいたはずだ。コートの上層で疑心獣となった男の目撃証言を集めよう。まず、君はグランドホプロンの周辺で聞き込みを頼む。ヒーラー編って、配信で流したかちょっと心配です。流してなかったら、強くてニューゲームでざっと流すのもちょっとありかもしれないですね。もうロード化しないかもしれないです。やってるんで。うわ、3人いる。フォルとりあえずコートに巨大な、竜が出現したとき、じゃあその時こちらにおりませんでした。それにしても恐ろしい限りですが、議会の発表でドラゴン族の襲来ではないことですか？それって本当ですか？なんか、あれですね、ドラゴン、
あれっすね、3.3 の絡みは出てきてないんですよね。別の事件ですね、ハーフニュースって。グランダホプロのね、事件には言わせておらんのか、外軍も変わらない簡素な見慣れの男がすれ違った。どうやら商店街のルーシューマン記念病院を抜け出したようですが、病院の職員を彼を探してから覚えてるんじゃ。バンドローという名だったかな。なるほど。商店街に行く流れですね。なんか3.3 であれっすよね、そのコートに、なんか、立てこもってたやついましたね。あいつとか、あいつって生きてるんでしたっけグランドホストの出現者。なんか、強くて逃げるの進めてるとちょっとそれもう完全に忘れちゃってるんだよね。俺、エルデン族の男が竜に変わる瞬間みたいな、てっきり異端者かと思ったら違った。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。もっとなんか思いが強いタイプだと思うんですよね。疑心獣になるぐらいなんで。カーズモノとかそちらが集めてきた情報を教えてくれる。商店街し。なるほど、商店街に病院を抜け出した逃亡しけると。こちらでも寒さを忘れた様子で、呆然自失の状態で歩いているものを見たという証言がありました。病院から身着のまま、抜け出した格好であれば説明がつきます。おそらく証言は疑心獣となった男で一致しているだろう。それにしてもバンドローとだな。知ってんのね。いや、コートで有名なのはバンドロード・ユーシュマンド。もしくも、病院の名にもなって、そうなの、病院の名前になってんだ。仙台蒼天騎士団総長だ。彼は老齢のために、蒼天騎士団総長を引退した後、一つで旅に出たと聞いておりますが、果たして本人でしょう。ともかく私が一足先に蒼天街へ向かい、詳しいものを呼んでまいりましょう。お二人は、無害でお待ちください。あの病院が絡んでくるんですかね。どっから行けばいいんだろうな。近いと近いですね。多分ここっすよね。そうっすね。これはバンドなら人物の看護を担当していたという、ロブリックドンです。もしやバンドロさんは見つかったんですが、病院を抜け出したまま未だに帰らないんです。では、やはり行方がわからないと。我々はある事情でバンドロ氏の身元を調べていたが、詳しく教えてはもらえるんだろうか。彼はクルザス中央高地へ保護された青年です。しばらくは、神殿騎士団の病院にいたのですが、長期療養のためにルージュマンド記念病院に、転院してこられました。青年か。つまりバンドロード、ルージュマンドとは別人と考えてるぞそう。蒼天騎士団総長だった方だ。もちろん別人ですと。ただ、その目を覚ました本人が語ったものですが、記憶は曖昧で身分を示す品を持っていたわけではなく、正直私たちにも詳しいことは、投稿するうちに、病室から抜け出してしまい、捜索願いを出していたのです。彼は先日グランドオプロにいて強大な週末の獣ファーブニングに転じた可能性が高い。やっぱバンドローなんですかね。そんな平和になったコートやっと目指せんとっていうね。
入院中に気になるような言動がなかったか聞いてもよいか。気になること。そうだ、昏睡状態だった頃、たびたびうなされながら同じ言葉を口にしていました。強行芸か、それから思考芸かとか、だからきっと、軽業の、正教信者だったというのは思っていましたが。そうか、感謝する。引き続き調査を続けていく上、真相が分かり次第、貴殿に伝えよう。では我々も一度作戦立案室へ戻りましょう。オッケー。合わすっていう流れになるんだと思うんですね。マイミルクと深く関わるような人物ではなさそうな感じです。前回はあれですもんね。カメイ様に関連する対象でしたけど。疑心重対策における作戦立案室のご有料ですね。ご案内いたします。知らないですもんね。バンドロ、一体彼は何者なんだって言ってるぐらいです。疑心重ファームに目と化した男。バンドロの正体についてあと一歩というところですな。クレミ女祭の話によると、聖職者ではなかったが、彼が昏睡時に発してた言葉から軽挙さを返し知れる。やはり天下に、だった絶望は、信仰と無縁ではないらしい。しかし、王権を有していた教皇はともかくとして、聖堂の長に過ぎない、司教をなぜ呼んでいたのか。このコートで司教を名乗れる、高位聖職者はごく一部。彼らに協力要請を打診すべきでしょう。バルテニアや司教に会えとクレミ女祭を通じて直接話を伺えるかもしれません。では私から司教への取り次ぎを頼んでこよう。だがバルティノは司教を多忙なみ、すぐには都合がつかないかもしれないな。カーズ、君は頃合いを見習って作戦立案室に戻ってきてくれる。次のクエストで、86か。次87ですか。今88かな。87ね。あるのは正義だ。同じイラストじゃねえけど。全く一緒じゃねえ。なんで上向いてんのカーズを待たしてしまったか。つい先ほどクレム女祭から連絡あってな、バルテナ司教が時間を作ってくださったのだ。待たせても悪いと、アイメリック教が先に向かっておられる。疑心重となったバンドロ、なる男は、両族に、なぜ司教を呼んでいたのか、それは明らかにせねばな。早速であれば、精霊魔能大聖堂へ向かおう。あの立ち方かっこいいですね、ひよこさん。聖堂か。バルテナ司教も絡んでくるんですかね。そのバンドロのことをよく知ってたりするの。
ああ、皆さんもそれで、ご足労いただいたところ申し訳ございません。バーテナ司教芸家にお話があるということで、その馬をお伝えしたのですが、拝命卿が皆様いらっしゃる直前に少し出てくるとおっしゃって外出なさってしまった。知ってそうですよね、バンデルについて。結構ね、遠くには行かれていないと思いますが、お手数ですが、付近を探してみていただけませんか。越見に応じておきながらバルテナー司教はどこに行ったの？別れて探してみることにしよう。探す。下かな？下のような気もする。下に。いたいた。よくすぐ見つかったね、こんな広いとこ。ああ、いいのはいかがなさいました。バルテナ司教芸家、の機会を設けていただいたんですが、有用ですか？よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。これは議長殿がね、今参ろうとしていたところでした。何か隠してるんですかね。それには及ばない。こちらも急ぎ、知っての通り我々はバンドローと名乗る青年を追っている。心当たりはないだろうか。いいえ、バンド、いやー、これ隠してそうですよね。バンドならな、先代の聖天騎士団総長に除いては聞いたこともございません。教皇芸家と司教を呼んでいたとのことですが、かの青年はきっと聖教の敬信徒だったんでしょう。辛い病床での心の支えになられたのは、聖職として本望です。話がそれだけならば、私は、政務の途中なので、これにて。もっと来たね、こいつが。いいね。このタイミングで来って、このやつね、隠してんのバレすますね。あ、この青年がバンドローか。これもう死んでんじゃね？私が教皇芸家の意思を継ぐの。ああ、そういう流れなんだ。なるほどね。こいつは教皇になりたがってんだ。バーテナ司教芸家、ご指示通りに準備いたしましたが、これで本当に？アーミル教の報告によると、教皇芸家は万神を用いて信仰の強化を計画しておられたそうだ。当初私は、捏造を疑ったのだが、芸家の遺品の、処理を、生徒評議会へ受け取った際、私はある手記を見つけたのだ。そこにはこう記されていた。竜の眼のような、膨大なエーテルと祈りで、人に神を下ろすことができるんだと。そしてこの、マタイリクは膨大なエネルギーを有しているそうだ。偶然発揮したアラブの遺物である、魂なき人型と、残されていたこの剣をよりしろに。我らがナイツ・オブ・ラウンド最強監視、イシガルドに、真剣政治を取り戻すのだ。いや、マジかよ。再召喚しようとして。いや、こいつと戦うって流れにならないっすよね、さすがに。最後はやっぱり疑心獣と戦うって流れですよね。おっと、なんか見た目が変わりましたね。なんだこれはただの人のように見える。急に老けましたね。
ああ、芸か。強行芸か。お守りせねば。ああ、クローンらしきせいね。出来損ないな。違う違う。こんなもの。我らが望んだナイト・オブ・ラウンドではない。くそ、失敗作目が。早くコートに戻って、芸家の手記をもう一度改めなければ。司教芸家、お待ちください。こやつが。捨ておけ。どうせ何の役にも立たん。大丈夫か。もしや過去を見たのでは。ナイツ・オブ・ラウンドの最小巻だと。バルテナ司教。万神の召喚は絶対の禁忌であるとご存知のはずだ。神殿騎士団、本部にて詳しい話を聞かせてなお。まあそうなるよね。ぷっつんしそうですね、こいつ。私は生涯をかけて聖教に尽くし学び、人々の教えを説いてきたのだ。それを貴様らが突然欺瞞だ改革だと騒ぎ立て、私たち聖職者だから正しく教えを裏切った。私とられる思想否定たれ、始められる年だが、貴様らにわかるか。聖教を信じぬ民など決して私は望まない。聖教なき未来決して私は望まない。結局なるんだ、今回ね。このドラゴンです。ああ、司教芸か。ちょっと待ってくださいね。作業流れやってるんで。すみません、IM 今日、こうなっては教えない、救えないといえ、コートの民はあなたの手にかけてしまった。自己処理はお任せください。それに今のクレーム書さえは正しく、絶望に落ちかねません。誰かはそばにいるべきかと。IM 今日、カーズの二人は先に作戦立案しても戻るよ。あなた方に急速化必要です。何もしてないですけど。戦闘も何もしてないですよ。急速必要なんだ。レベル上げろっていう流れなんです。じゃあ戻りましょう。まあ、ロール系でこの辺はなんかクラス系をやってる感がしないですよね。話をメインにしたいんで。疑心重対策における作戦立案室のご利用ですね。ご案内いたします。はい、回このパターンで。ここでいつもこのことです。クレーム女祭の様子は精霊魔の大聖堂の、寄宿舎で休んでもらっています。競合している様子でしたが、こたびのことは周知せねばと、
早くも動き出そうとしている様子でした。彼は当事者である、聖職者である、相次いで同胞の獣化を間近で見ながら、それにも目に光を失われる、気骨であるように思われますな。ああ、真の強い青年だ。それにしても、現在のイシュガルド政教における事実上の最高権力者たちである政党、評議会。まさかそこからも獣に転じる者が現れてしまうと。それだけ今のイシュガルド政教が抱える闇は大きいということだろう。政教の分離を早急に進めた影響か。カーズのヒレンが過去史で何を見たのか詳しく教えてくれないか。モフさんとオジアンです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、ワンシーンナイツ・オブ・ラウンドを再召喚するために古代アラブ文明のクローンを上し用に使うのだ。ただ、キレンが見たそれはかつての戦った万神とは異なり、人の姿を保ったままで、教皇を守らんと口にしたクローンが人格を得たということか。おそらくエーテル不足により召喚が失敗したのだろうな。司教たちは聖剣アスカロンと触媒にしたという話だが、あれが有していた竜の眼をもあえ失われている。それに加え、かつてトールダンナー星が利用せんとしていた三頭身についてもすでに君が対処してくれていた。この点が幸いしたと言えそうだな。三頭身の話も繋がってんですね。では、クローンはなぜ動き出したのでしょう。クリアしてなかったらちょっとこの辺の会話変わってそうですね。これは推論に過ぎないが、エーテルが不足していたとで、神下ろしの術師そのものは成立したのだろう。クローンというとよりしろがあれば、半端に呼び下ろした万神の精神が肉体を得てしまったのだ。教皇、イシュガルド正教を庇護する騎士として。愛名教、まさかそのクローンが疑心獣になったとお考えですか？信じられない思いは私も同感だ。だがカーズが見たクローンと疑心獣となった男やバンドロの風体は一致している。いずれにせよこれ以上の確証を得るためにはさらに調査を続行する必要があるだろう。カーズ、すまないがしばらくしてからまたここを訪れてくれ。次は88ですかね。5個ぐらいやった気がするんだよな、クエストの数。88。仇決意、終わりなき信仰。相変わらずイラストできちゃった。上向いてんな、相変わらず。カーゾン、よく来てくれた。やれやれ、バルティナ思考を獣化した影響で、教皇庁は大混乱で。彼に同調し、また駅で神下ろしを試みた者たちが話を聞くべき。神殿騎士を発見したが、それよりも揃って獣化してな、以前の討伐された者の情報は伝えてしまった。身元不明の入院関者は、バンドローと神下ろしに使われたクローンが同一であると、確証を得たかったところですが。だが仮に同一であるとしても、どのようにしてコートにたどり着いたのか疑問が残る。神下ろしを試みた聖職たち以外の協力がいるとすれば、疑心獣対策の障害となることは必至だろう。それなら私はマタイリクにてクローンの行方を追いましょう。愛滅教の過程が正しければマタイリクにはいないはずだが、もし別になれば未だ放置されていることになる、その可能性を、残しておきたいのです。任した。助かりはあるとあるけど。ではカーズ、我々二人でバンドのシャトーを、複雑中央コーチのキャンプドラゴンヘッド、彼が保護されたかのうち、有力な情報があるかもしれない。おっと、あそこは弟が管理してます。弟とこれ会話する流れですか。いや、その流れにならなそう。まあ、弟はもう無人島で出てきましたからね。ここでは出てこない。いたね。いたけど、もう関係なさそうですね、全く。全く関係なさそうだ。
さんよく来てくれたわね。雪の家にも今の足をさ、運んでくれてる。あ、このヤエルあれか。エマネランの、あれですね。エマネランがストーカーしてる相手です。こちらで救助した怪我人の情報。訓練帰りに見つけた青年のことだし。魔王にも襲われたのか。ここから北にあると、真意の地で倒れているのを発見してね。慌てて連れ帰って神殿騎士団病院を搬送したんだ。ヤレとの会話からバンドロが保護された場所の、話題を得た。ドラゴンヘッドのホットね。あれこんなは中入れたっけんここ入れたっけこの中になってんな。位置的に。あ、入れるわ。あれここはどう見ても違うな。なんか場所がいまいちわかんねえんだ。いや、ちょっと奥の方先行くか。とりあえず。ここが入れんのかなここ。いや、入れねえわ。いや、わかんねえな。あと上であった冒険者なんだよな。供養はどうかしたのキャンプドラゴンヘッドを保護された怪我に。ああ、それなら私も応急処置を手伝ったわ。風景の中に、自宅で、凍傷になりかけていたの。人はあまりにも寒くなり、自分の体温を熱いと感じたり、幻覚を見たりして、矛盾脱衣を行ってしまう例があるそうよ。彼が薄着だったのもその一種だと思うんだけどね。バンドロ法事のよう。こんな寒いのに薄着だったんですね。これか。こちら保護された怪我人の話が来たよ。俺は救助に関与していないが。それは確か同日あったと思うが、今にも落ちそうなくらい低空飛行する気空艇を見かけた。しかし吹雪で見失ってしまったのだ。でチョコボや。何か有力関係があるからあったぞ。うり。なるほど。吹雪の中で目撃された低空飛行する飛空艇。その後発見された身元不明の薄着の男か。まずバンドロの身元を洗うためにはその飛空艇が墜落したのか否かを調べる必要がありそうだ。ちょうど黒チョコボを手配したところでな。あ、本当だ。後ろにいるね。この黒チョコボで彼が保護されたという真意の、血を探索することにしよう。準備がいいか。では向かうとしよう。黒チョコボに残っていい。勝手に移動するタイプか。あ、そうだね。まさかアイメリクト。ツーリングが始まりました。アイメリクトのツーリング。傘にしました。飛空艇らしきものは見当たれない。もっと北東へ向かってみよう。もっと難しいな、あそこ。あそこ、あれがいたとこっすね。ハイドロでしたっけ今はもう完全にあれですね。透滅に仕様が変わっちゃってますね。当時はここで戦闘しましたね。あれですよね。あれ。ZW ですね。あれはもしや疑心銃か。あ、違うな。ハイドラか。ハイドラはここじゃなかったですね。前になんか別のやつと戦うんでした。
まあ、それも仕様変わってるんですけどね。昔はここあれですね、大人数パーティーで戦うっていうのが確か、主流だった気がしますね。でもパーティー集めないといけないんです。芸かお守りせねば。MMO 的ななんか感じになってました。当時海外サバにいたんで、レガシーからの移動海外サバにいたんで、モフどさんとういうおじやんです。感じでこのクエストをやっ現たか在生配覚えてないです信はね。 Twitch。よかった、ついに目を覚ましたんで、ずっと長いこと眠っていたんでモフさん、動画は TikTok で活動してます。気分はどう？よろしければ話せる元 YouTube チ気ありそうャンネルな名前か登録、家を聞いてい高たの。評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。俺、いや、私何なんだ？多くの名が頭に浮かぶ。ベルギーン、ポールクラン、エルムノスト、イニャーセル。だが同時に違うと頭の中でいくつと思う、声が鳴り響く。どの声も否定しない名はないのか？兄さん大丈夫？ちょっと待って、来たね。どっちか、右がね、右かな？自分はバンドロ。バンドロなんだっけ？バンドロって左のやつじゃないっすよね。そうか、この病院の、由来になった人と同じ名前とは。きっと良き縁が君を助けてくれたんだろうね。バンドロさん、無理しない程度で教えてほしいんだけど、他に覚えていることはないかな。さっきの右のやつはオカマのやつですもんね。名前忘れたな。俺は誇り高き税名の血筋。違う。聖堂を歩む聖職者だ。とにかく戦いたい。いや、魔法の研究をしたい。本当は戦いより、社交界が好きで相棒と共にやった。うまいに恵まれず、努力は報われず、血に負けて、神殿騎士団総長になれなかった自分を、他のある芸家は救ってくださった。その時俺は誓ったのだ。俺は己の義心を祈ってでも、あの方が正義を貫くための剣になると。そうだ、芸家をお守りするんだ。俺たちは蒼天騎士なんだから。君は見た頃騎士様のようではないけど、命を落としかえない経験を得て、記憶が、混乱してるのかな。聖天騎士団の人たちは、行方不明だし、全教皇は、合業されて、この顔どっかで見たことあんな。これあれかな。うん、確かに蒼天騎士の誰かの顔になんか似てますよね。とにかく君が起きたことを知らせてくるよ。水や薬も取ってくるから待っててね。なんかオルシュアンとかが出てきた時にあたりに出てきたような気がするんだ。オルシュアンが教皇庁で例の件が起きる時ですね。教皇が、崩御された。そんなはずはない。芸家がいらっしゃらないのに自分が生きているはずがない。確かめに行かねえ。まあ、基本的にあまり覚えてないんで、考察してるだけですけど。だって、石があるのって何年前の話だよって話ですか。カーズ。おっと、来たね。ファーブにいる。急に出てきたね。トルダンの、名のもとに。うん。トルダンってことか。はい。ってことで、やっぱこいつはあれか。さっきのやつだね。バンドルですね。
またも何か見たのか。ならば詳しい話は戻ってから聞こう。アルトアレイ卿の調査が終わり次第、作戦立案して戻っているはずだ。結局、戦うのは一番最後っぽいですね。で、まあ、アイメリックも戦うんだろうな、きっと。ここまで現場に来てるってことは。お、いいね、オート。あ、オートじゃねえわ。いや、オートじゃなかった。これで次89かな。多分。89、90。あれかな、全部で6個あるんですか。維新中対策のける作戦立案したのに。まあ、もういいか。あれいねえじゃん。ああ、カーズン、私もちょうど思ったぞ。そちらの調査は完了したのか。来た来た来た。戻っていたが、ハルトあれ影響して、また陸にクローンの痕跡あっただろうか。いえ、残っていたのは打ち捨てられた聖剣アスカロンのみでした。そちらはこちらバンドロの、足跡を辿っただけで、墜落した、強行座上帝、ソレイユ号を発見した。おそらくマタイ陸に放棄されていたそれを使い、コートに帰還しようとしたのだろう。何らかのトラブルで墜落し、クローンは吹雪の中で遭難して、後に保護されたと。さらにオルドルキーが墜落したソレイユ号の近くには疑心獣ファーブニールの姿があったとか、逃げられてしまったかな。これ彼がファーブニールのダンドロの過去を見たらしい。カーズ話してくれないか。べちゃくちゃ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 。繋がりましたな。やはり主教は召喚に利用したクローンがバンドロとなり、彼が絶望の果てに疑心獣ファームにと化した。それにしても言動が気になりますが、名を唱えた際の、混乱した様子はまるで。以前に暁から提供された資料によれば、万神は再召喚された上で、以前に召喚された際の記憶を、継承しているらしい。だするよりしろとなる一つの肉体にナイト・ブラウンの全員の記憶が継承された可能性がある。なるほどね。カーズの姿を見て退避したのは、過去に戦った記憶が影響し、脅威とみなしたのだろう。バンドロと名乗ったもそれぞれの人格が対立しているがゆえに、思えばうなずける。なんとも歪な存在だ。だからどれだけ歪であろうと、強行の死後という、当天騎士団の存在意義は強固に焼き付いていたのだ。それが外されると知ったら。当天騎士たちは我らに立ちふさがり、敵対し、友の命を奪った。だが死した後にまでこのような、似姿を作られて、絶望の底に突き落とされ、獣と化すようなことは誰が望むというのだ。蒼天騎士だけではない。今を生きる聖職者たちで同じこと。程度の違いがあるとイシュガルド正教はコートの民が生きていく上での指針であり、心の拠り所だった。このままではさらに多くが絶望に飲まれよう。過去を忘れずにそれでも前に進む。あ、来たね。ああ、そうだな。崩れたよりどこにすがり続けるべきではない。痛みに伴っても一歩踏みなさい前には踏めないんだ。もともとアイメイクはそういうやつです。アルトある影響、私は次の議会で公会議の開催を提言しようと思う。協議に関する重要事案を審議する公会議。つまり、伝えされた、旧来のイシュガルド正教の教えに代わる新たな教義を定めるのです。
政教分離を抱えた以上、これまでの政教のあり方には不干渉を貫いてきた。だが、貴族院議長としては、ね、一つの、石原政教の信徒として、聖職者を呼びかけよう。人々のために新たな政教のあり方を模索してほしいと。感謝するよ、カズ。新たな気づきを与えてくれる。私は早速クレーム除罪など、政教の改革に前向きな聖職たちに制限しているつもりだ。君は開催の準備が整うまでしばし待っていてくれ。モフさんとおじやんです。いや、これは89なんだ。あと2つですよね。アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。愛名教が迅速に聖職者を提言してくれたおかげで、間もなく公会議が開催される予定。公会議と石原政教における協議や経典の内容を審議決定する最高位の会議だ。最後に開催されたのは4代前の教皇就任時、およそ80年前。私を含め今を生きる皇都の民の多くは文献でしかそのありを知らない。かつては高校と江戸生徒協議会で執り行われた会議だが、協議会の一員だったバルテンは司教が煙化したらしくない。今回あらゆる身分の意見を募る形になるそうだ。石原政教の歴史で初めて全ての政教者ともに信徒の声が反映できる公会議が間もなく開催となります。皆様ご出席をお願いいたします。レミ女性、辛いお立場であろうに、こたびの助力に感謝と。聖霊魔の大聖堂を担う身としての、のべつ幕なしに、嘆いているわけには参りません。私も亡き、司教芸家の代理として、公会議に参加いたします。もうこれ以上、人々が、信仰によって傷つくことがないように、我が心を尽くします。して愛名教は、公会議前に考えたいことなど少し前に出ていかれた。私たちは先に向かおう。カードの愛名教は上層のラストビジルにいらっしゃるはずだ。声をかけて二人に強行中に向かってくれないか。ラストビジルね。いや、ヒガールでやっぱどうしても硬い話になっちゃいますよ。だから、ドマ編とかやったら結構ね、わかりやすくていいと思うんですよね。ドマ編は多分もうちょいわかりやすく作られてると思うんですよね。いや、硬いからね、理解するの大変ですよね。ラストビジル。次回のロールクエア、ドマ編にしよう。遊戯とか久々会いたいっすもんね。カズ、もしかしてそろそろ公会議の時間か。そうか、すまない。呼びに来てくれたんだな。自分の選んできた道について、そしてその道を選んだことに救われなかった者たちについて、風に当たりながら考えていた。戦いの中で死んでいった者はもちろん、残された悲しみを抱え、戦いだけが生きる理由だった者、聖教の概念と心を痛めた者、旧体制の方が生きやすかった者、この国には様々な考えを持つ者が立ち会いて、竜という共通の敵がいなくなった後、それぞれの思いが溢れ出している。無我夢中で求めた未来のその先は想像よりずっと困難だった。多様な考えを持つ人々が共に生きていくために一体自分は何ができるのか。そんなことを考えていたところに君が来てくれた。公会議の開始までまだ少しは時間があるはずだ。せっかくだから話しながら向かわないか。いいね。同行ですかね。これは同行の流れですかね。公会議の開始もまだ少しは時間があるはずだ。せっかくなら少し歩かないと。まずはそうだな。フォルタン系伯爵系まで向かおう。同行っすね。来た来た来た。
や、このアイメイクが普段いない場所にちょっと置いてあげたいですね。こういうとこ上とか登ったりしないですかね、こういう人。ほい、ほい、ジャンプジャンプしよう、ジャンプ。こうね、いや、ちょっとこれ難しいな。来たね。じゃあ、ホールタンケをバックにするか。暗くて見えねえし。言えねえのか、エフェクト。マジかよ。まあいいか。気にしなくて。ちょっと明るくしましょう。暗いっすよね、ほんと。石原ドン全体的に暗いからな。いいね。なんかミニオンみたいな、そんなに見えてきた。こんなとこにいると。オッケー。君とアルフィノのドタラジオ。君たちはホール探検の逆人ってこの絵に保護されたのが遠い昔のようだ。君たちの来訪がきっかけとなり1000年にわたる、粒子戦争が集結した。再びの融和という最高の形で、石ガールドに体をかけて遠隔とともに道を共に進んできた君たち心が感謝している。ありがとう、カーズ。さあ次は建国12騎士道へ向かおう。まっすぐ行けと。ソールダウンを共にニーズ X を退けた12騎士。偽りの建国神話に登場するこの彼らの像を、撤去すべきだという声も上がっている。彼の選択は過ぎて正しいものではなかった。だが1000年の間に彼らを恨み、信じてた民の思いを歴史の闇に葬っているとは思えないんだ。平和な未来を勝ち取った今、どう過去に向き合っていくべきなのか。なるほどね。コートの民も私も試されている。すまない、思いに浸ってしまった。さあ、石川津教皇庁へ向かおう。クレム女祭が待っているはず。いや、おまけ会はなさそうですね、今回は。ないもんね、吹き出し。アイメイク教カーゼさん。さあ、公開が開催される玉座の前へ参りましょう。違和感なひよこに。違和感あんのが一人いますね。人々を教え、導く聖教者と異端審問官、そして敬教なる神道を含む石柄と聖教に連なる諸君、急な呼びかけに応じていただいたことを感謝する。今この教えを襲った終末によって、聖教者たちが獣化するという痛ましい事態に起きていることは皆も知っての通りだろう。さらなる悲劇を食い止めるには民の心とそれに寄り添うべき聖職者たちの心の平穏が必要である。そのためにこそ、聖教変革の道を歩まねばならない。石柄聖教の新たなあり方を市民を含めた皆で、模索していただきたい。石柄聖教に古から2つの、側面がございました。竜との戦いを背く、先進の槍としての側面と、人の心を守り育む、先進の盾としての側面。槍の役割は1000年をもって、終わりを告げたからこそ、盾としての役割もまた考え直す良い機会かと。
それなら政教の階級制度をなくすべきだ。権力のある行為聖職者たちこと、隠蔽体質の温属だろう。なしき教えを説いてきた責任を取るべきではないのか。正当評議会の一員たる我らを排除すれば満足か。我々千年の教えを守るべき、常に文献奉仕、解釈と議論を重ねてきたんだ。神聖裁判所の所長。古き教えを失えば、もはやそれは石柄正教とは言えん。対立してますね。ああ、私たちはこれから何を信じたらいいの？やばい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 。モフさんとおじやんです。獣化ならねえかな。現在心生配配っすよね。信はツイッチ、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してまずいな、このままます。不安が広まれば新たなよろしければ獣化 YouTube するのがチャンネル新たなのか登もしれない。録、高評価、ツイッチや TikTok のフォロー、拡散などお願いします。唯一戦争の終結以降、石原正教は岐路に立たされ、人々は心の拠り所を失いかけている。生徒評議会のバルティナ司教ほどのものでも、古き教えに固執あまり、禁忌を犯し、別物の果てに獣に転じてしまった。千年もの間受け入れていた歴史と信仰、我々はそうやすやすと忘れられはしないだろう。だからこそ、歴史の過ちを受け入れ、しかと顧みて、この先歩むことを考えるべきではないのか。この千年の歴史と信仰、悲しみを忘れてしまったら、我々はいつか千年前と同じ過ちを犯すんだから。私たちは固く正教を信じてきたからこそ、正教の欺瞞を受け入れがたく変化を拒むのでしょう。いっそ全てを忘れて進んでいけたら身軽では楽かもしれない。でも、正教は私たちをずっと支えてきてくれました。重いかもしれないけど、痛みを伴うかもしれないけど、先人たちの思いを忘れずにみんなで抱えて歩みましょう。伝えられた歴史には偽りがあり、教えは人のおごりと、裏切りに成り立つものだった。それを彼が命がけで我々に教えてくれた。だが、揺るがぬこともあったはずだ。例えば、先進ハルウェイの信仰の始まりは否定されていない。祖先がクルザスに入植した頃にその信仰は確かにあったんだ。それに長い歴史の中で築かれた生活に即した教えも存在する。石柄正教の、過ちを正しく伝えつつ、より本質に立ち返ることもできるのではないだろうか。コートの人々、みんなでか。さすれば古き考えの過ちを正しく後世に伝えていくため、歴史書や経典の再読と再検討が必要であろう。その際に教えをよく知るあなた方の知識が助けになるでしょう。文献の参照には多くの人々もいる。正義職者や、異端審問官の中には職にあぶれた者もおりますし、公会議の結果を受け入れられれば、彼らも新たな仕事に就けるのでは？いつの日か言い返せなかった父上の言葉、コートの人々はすでにその返答を待ち合わせていたようだ。終わったっぽいね。
無事に公開が終わった。課題が残れば有意義な会議になったと言えるでしょう。あいめ今日、アルトアレ今日、あなた方の言葉で皆が同じ方向を向けました。どう感謝を申し上げたらいいか。カーズの存在があればこそ、痛みを伴いまでも彼は決して立ち止まらずに歩み続けたこと、この国の人々はみんな覚えているんだ。確かにあなたが竜のせいに乗り、コートに凱旋してきた時のことをよく覚えています。不可能を可能できたのであれば私たちだって。すがすがしく前へ歩み続けるハロウェイン様と笑い、未来のためにこれからの進行は皆で考えてまいります。それでも悲しみゆえに未来を拒絶する者がいれば、悲しみに寄り添い言葉をしましょう。己の境遇を終えて嘆く者がいれば共に幸せを祈りましょう。信仰とは人の心を救うべきものである。私はそう信じて生きてきましたから。では私は聖霊魔の大聖堂へ戻ります。これから忙しくなりますからね。ああ、言い忘れたところでした。あいめ今日、ご依頼の品はすでに発見しております。少々修復が必要となりますので、もうしばらくお待ちを。クレーム状態にあるものを探すように依頼したんだ。残された課題である疑心獣、ファーブニーの討伐に備え、ぜひとも用意しておきたいしなのでね。だが彼によれば無事に発見できたらしい。その準備が完了次第打って出ることができるだろう。確かに盛況の改革という未来を示した今、さらなる獣化発生のリスクは抑えられたように思います。いよいよ最後の戦いです。全然戦ってないです。古き盛況の呪縛から彼を解き放ってやる。その時は来るのしばしから休めて、何もしてねえよ。長い会話だっただけです。なぜか牧場くれる。アイメイクと散歩して公会議を聞いただけ。蒼天仰ぎ歩み続ける。やっぱり2時間ぐらいかかりますね。今1時間半ですね。カーズ、朗報だ。公会議の内容がコートに広まってからというのは新たな獣が一件たりとも発生していない。コートの安全確保されている今、もう一つの目標、疑心獣の討伐に臨みたいところだ。カーズも来てたのがちょうどよかった。クレーム助産に依頼していたとある品が用意できたらしい。早速だが疑心獣ファーブニーの討伐について作戦を共有しよう。以前にクルザス中央高地で発見した彼は、強行邪造帝書類語を守るように潜んでいた。おそらく記憶の残骸が強行にゆかりあるものを守るような行動を取らせているんだろう。さすがたびたびコート上空に飛び回っていたのは、強行の座所である強行地を見回っていたのだと解釈できる。ここであるものを使ってファーブニーの石柄と強行地を最上部へ氷天宮、礼拝堂へおぶき出す。強行地で戦うんです。あるものとは一体。歴代教皇のみが持つことが許された、北条、先進の慈悲だ。バルティネワ司教が、マタイケソニータの間を、回収していたのだと踏んでいた。クレム女祭に頼み、司教の資質を探していたもらったもの、無事に発見され、手術も完了したの。その杖を持って私が疑心獣ファーブニーのおびき寄せる鳥となる。危険ですね。それはあまりにも危険すぎます。西側制御が変わりつつあるファーブニーがどう動くかは不透明だ。その時戦う術を持たない者が襲われればどうなるか。その天騎士が、教皇を守るための存在であれば、神殿騎士は西側制御の命と全てを守る存在。その長たる私が、リスクを負うのは当然のことだ。教皇と共にマタイ家を守りた、蒼天騎士たちは全てのそばにいると。バンドルはいわば最後の蒼天騎士。彼らの、打撃を。私たちは打ち払う。
では準備が整い次第、石柄と強行地の前に来てくれ。維新樹ファーブニーの討伐作戦は結構。やっぱり強行地だ。その点のイベントで、あれですね、強行芸家と話してたやつがなんかバンドロに似てましたよね。なんかよく話してたやつが、こいつっぽいですよ。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。来ました。さあ、これから我々は疑心樹ファーブニーの討伐作戦を決行する準備はいいか。頑張りましょう。上空に疑心樹の姿を確認した。今です。この3人でやる感じですかね、最終的に。まずは歩みかを取りになりますと。ああ、北条っすね、これ。任せてくれ。トールダンが持ってたやつですかね。私はここだ。正義がおびき寄せられてますね。ファームにいる。来た、疑心樹ファームにいる。トールダンの何のトンに。ゲイかじゃない。バレたよ。大丈夫か。戦うんだ。オッケー。バンドロ、最後の蒼天騎士を未来を歩むコートのために撃たせてもらう。さあ来ましたぜ。バンドロ。反復役かな、アイメリカ。どっちもないと思う。まあ、お約束やりますよね。よし、行きましょう。この戦いも終わらせる。あれ見えたらタンクの位置に立ちました。ヒーラー誰だ。立てないですか。ここにもある。
いや、ちょっと、まともに食らったやんけ。いやー、まともに食らったわ。イッシュガルドの誇りにかけて。こう確実に食らうって流れだったんかな。見くびるなよ。周囲に気を配るんだ。近づいてた方が安全のような気もする。ああ、なるほどね。そういうタイプだ。わそこか。お。税ね。設定のやつ一緒。はい。持ちこたえるんだ。いや、ワンチないっすよ。いや、絶対ワンチねえと思うんだよ。こうやってラーがったらしいですよ。甘く見るなよ。近づいてくんだよ、もう。なんで被ってくんだよ。いやー、なんかすっげー湧いてきたよ。すっげーいるんですけど。いやー。はい、で、それを狙ってくれです。必ず耐えてみせる。ゲット。いや、一言高くねえか。全然終わる気配ねえんですけど。突進もあるんじゃない。断然順番式でした。
モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや、痛いね。よし、オッケー。オツでした。終わったの？最後の蒼天騎士、バンドルの思いは彼の宿った蒼天騎士たちの思いと行いとともに、私は必ず後世に伝えていこうと思う。竜への裏切りという真実を知りながら隠蔽し、強行に加担していた蒼天騎士のあり方は決して正しいものではなかった。だが召喚された彼の思いを触れ、改めて認識させられた。彼らの魂は万神によって歪められたものである。この一人一人は確かに石柄の民であったのだと。私には己の正義を貫いて勝ち取った、未来の責任がある。この国に生きる人々が抱えていた思いはあのまねく拾い上げていく、抱え歩んでいく。私が選択を一つでも違えていたら、カーズ、君は欲しい。一心、トールダンをそう熱できていなかったら。これ絶対、前広さんは書いてないですよね。前広さん、シーンを作ってた頃ですね。望まぬ未来に絶望して疑心獣になっていたのは私かもしれないんだから。それでもアイメイクは疑心獣にならなかったと思う。ありがとう、我が友、カーズ。すまない。今のは私的な話だったの。忘れてくれ。さあ、作戦に一旦して戻りましょう。皆無事に討伐が完了したことを伝えなければ。これで報告して終わりかな？あ、これであれか。最終的にはあれか。ダダーに戻んないと。カーズの疑心獣討伐とコートの民のイケモン化対策の記憶、誠に感謝する。民の剣で貴族や平民、聖職者の
ね、騎士団の身分や立場の垣根を取り払ったコートの人々の心は皆それぞれは違うんだと知った。考えてみれば当たり前のことだが私も未だ古い考えが抜けないな。この国のあり方を見つめる際、無意識に楽をしようとして人を型にはめて分離したのかもしれない。身分の狭間で悩み苦しむ者が生まれる国とするために歩み続けると私はこのフォルタン打天使家をヒデンはその証人となってほしい。私と同様にクレームの女性も礼を言いたいそうだ。ヒデンからも声をかけてやってくれ。ヤーン様、ご無事で何よりでございます。異心獣となった者はどんな人物だったのか曖昧許可を伺っております。聖教の歪みが生み出した獣を無事に討伐してくださったこと、石柄と聖教を信じる者として俺を言わせてください。当天騎士やバルテンダー騎教をはじめとする獣に転じてしまった全ての者の心は私たちが引き継いで決めます。あなた様のこれからの旅路にどうかハロウェン様の顔があらん。あまり長くあなた様を引き止めはいけませんよ。前目鏡もお持ちです。お持ちですから。さすがに前目鏡イベント。カーズ、アルトやアル教、こたびの疑心獣討伐作戦ご足労。無事に、討伐ができたのは二人の協力のおかげ。綺麗な戦いぶりはいつも見事だな。これによりクルザス地方より終末の獣が一掃された。公開議以降新たな文化現象が発生していない点を踏まえれば、これにて問題は解決されたと言えるだろう。これ以上絶望に落ちるものが出るよう、私は先進ハローに使える聖職者って、これからの人々のために武器による戦いを続けようと思います。神殿騎士団総長として、指導員議長として、そして一人の信徒としてもあなた方に協力しよう。ではこれにて、石ガールドにおける週末の就職を、宣言する。オッケー。カーズ、君は心から感謝を伝えなければ本当に世話になった。この国は何度も君に救われている。戦う者の命ばかりではない。前を向いて生きていくための人々の心まで君は救ってくれた。君が救ってくれたものに報いるために、石柄とこれからも前に進み続けなければ。だが、誰かが導いていくものではないと理解はしていても、心は止まらなければ意味がない。一人一人が悩み、考え、それでも誰も前を向いて歩んでいける。石柄とそんな国にしていくと、私は君に誓う。カーズの住まいがラザーにいる石柄と駐在官に、疑心に討伐の報告を頼みたい。後ほどこちらからの知らせを入れておくが、君の口から詳しく伝えた方が、諸国への情報提供の精度も高まる。手数をかけるかどうかよろしく頼む。ではな、我らが英雄。いや、どうしよう。めちゃくちゃ悪いっすね。いや、もういいや、ラザー行きましょう。英雄殿、よくぞ戻られました。疑心獣の討伐はいかがに。疑心獣ファーブリーの討伐を果たし、さらに公会議の石柄正教の改革に道筋が。それは素晴らしい。すぐに各国への伝達しておきます。実は自分、旧国の英雄殿の信仰者の一人でして、今度お時間ある時の、冒険談を聞かせていただきたいです。旅はご協力いただき誠にありがとうございました。全部もらえる。でも目があって、目がな。微妙っすね。
いらないですけどね。遠隔の OBJ さん90ジョブ専用装備の選手が可能。そっか、毎回、そっか、選手できるようになる。じゃあ次回は、ドマ編行きましょう。最後にリムサロニーサ。リムサロニーサが何でしたっけ？近接 DPS、物理 DPS か。はい。で、こっちが遠隔物理 DPS か。はい。ってことは、あれかな？詩人かなんかでいくモフさんとおじやんです。っていう感じ。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画はそれでは TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、それではご拡散などお視聴ありがとう願いします。ございました。バイバイ。